おはようございます。たかしです。本日は7月2日火曜日、ただいま9時28分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。学生さんとシングルペアレントさんの応援キャンペーンを実施中です。FX を学びたいけれどサブスク料金がちょっとと考えている学生さんやシングルペアレントさん応援キャンペーンとしてノートメンバーシップを月額980円でご招待します。希望される方は X から DM をお願いします。条件を通過した方には招待 URL をお送りします。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。昨日も大きめの陽線、強く上昇してますね。ここのところずーっと上昇なんですよね。陽線の本数を数えればわかるんですが、連続でずっと上昇をしてきている高値更新を毎日しているという状態です。こういうところで逆張りをするのは危険ですので、基本的にはこの上昇の流れについていきたいです。ただし、ストキャスティクスなんかを見ているとそろそろ天井を迎えてもおかしくないのかなというところ、一旦は204円まで上げてきました。そして現在目指しているのが207円付近ですので、もしかするとこのまま207円まで上げ切ってしまうかもしれませんが、先日からお話ししてます203円付近というところが一旦のターゲットでしたので、そろそろここから深めの押しをつけてもおかしくない、そんなところには来ております。ただその深めの下落をするかどうかは分かりません。可能性としてはあるということで、もし下落方向にトレードするのであればしっかり根拠を持ってエントリーしていくことが大切です。基本的には昨日の上昇を見てもわかるようにずっと上昇トレンド中、そして日々高値を更新している状態ですので、根拠のない逆張りはしないようにしてください。では4時間足です。4時間足を見ているとじりじりと上昇する分かりにくい動きをしてますよね。一度こういったところ GMMA の青帯に押しをつけて上昇しているっていうところも何度かあります。先週の金曜日もそうですよね。一度押しをつけたんですがすぐ下髭で上昇しております。昨日も高値更新。ただ今のところこのずっと動きを見ていると陽線の方が多いんですが、ここに来てちょっと陰線が目立ってきましたね。もしかするとここからダラダラと下落していく可能性がありますので、もし下落方向にトレードされるのでしたらこの辺を買い足、小さな時間軸で見ておくといいと思います。4時間足ストキャスティクスは現在高値圏から下落中。このまま安値圏まで下落していくのであれば GMMA の青帯ぐらいまで下落する可能性がありますので、その辺は考えておく必要がありますね。ただ今のところ強い上昇トレンド中ですので、基本は下がったところから買っていく押し目買いスタンスが安全です。では1時間足です。1時間足は GMMA の青帯に沿ってずっと上昇してますね。たまに下抜けている時もありますが、基本的には GMMA の青帯に接触するとそこからの上昇っていうのを繰り返しております。ただ昨日の上昇を見ていると GMMA の青帯まで押しをつけていないですよね。上昇の勢いが強いのがわかります。なので今までの流れを考えると本日は一度 GMMA の青帯に押しをつけてからの上昇を考えておきたいので、こんな動きですよね。こういう動きをイメージしておくといいと思います。もちろん GMMA の青帯を下抜けるってことも考えられますが、下抜けたところにはすぐ4時間足の GMMA がありますので、あまりどんどん下落するとは思わない方がいいかもしれません。ただ4時間足も日足もストキャスティクスは高値圏ですので、大きめの下落をする可能性も十分あるっていうところは念頭に入れておく必要があります。今意識されそうなところに水平線を引いてますこの日本のラインですね。204.7 付近と 203.6 付近、この辺にアラートを仕掛けておくとトレードがやりやすくなると思います。まずは昨日の高値付近まで上昇すればそこからのダブルトップでの下落、もちろん上抜ければそこから押し目買いをしていく。そして下がってきた場合は 203.6 付近まで下落後のそこからの再上昇をイメージしておくといいと思いますので、この赤い水平線付近にアラートを仕掛けておいて、その通知が来ればそこでエントリーを検討するという考え方をすると無駄なところでのエントリーが減るのでおすすめです。アラートはトレーディングビューで簡単に仕掛けられます。トレーディングビュー自体も無料で登録できますので、概要欄に URL を貼っておきますので、まだご利用でない方はまずはトレーディングビューの無料登録をしてみてください。では次はドル円を見ていきましょう。こちらも上昇中ですね。ポンド円ほど強くはないんですが、基本的にはずっと陽線連続で上昇してきております。ただここのところの動きが結構強いんですよね。連続でずっと上昇してきてますので、そろそろ大きめの下落が起こってもおかしくないと思います。今はこの白いトレ
レンドラインに沿って上昇してますので、そう考えると今高値更新もしてきましたし、次はトレンドライン付近まで押しをつけるようなそんな動きをしてもおかしくないと思いますし、ストキャスティクスも高値圏にありますので、その辺の動きには注意しつつ、現在は1時間足で上昇トレンドをきれいに作ってますので、その流れに乗っていくのがトレードはやりやすいと思います。では4時間足です。4時間足の GMMA の青帯にちょいちょいと押しをつけるような動き方をしてますよね。ですので一度4時間足の GMMA 付近まで押しをつけてきてほしいところではあるんですが、なかなか下落できないで言いますよね。今は高値圏にありますので、本日からはしばらく上値が重いような動き方になってくるのかなと思います。今のストキャスティクスの位置を見ていると、過去もそうですけれども、やはり一度押しをつけているんですね。さほど深い押しにはならないかもしれませんが、そろそろ一度押しをつけに来る。今ですと 161.5 付近にあるので、161円ぐらいまでの押しをつけての上昇。こんな感じですよね。161円付近まで押しをつけてからの上昇。こんなイメージを持っておくといいと思います。そうすると GMMA の青帯もその付近まで上昇してくるかもしれませんので、その辺まで上がってくると押しをつけるポイントとしても最適なのかなと思いますので、こういう動きを本日は待ちたいですね。では1時間足です。1時間足にはトレンドラインを引いておりますので、まずはここまでの押しを待ちたいですね。トレンドライン付近まで押しをつけてからの上昇、もしくはここの直近の高値ですね。金曜日の高値に押しをつけてからの上昇。現在そんな感じでの上昇になっておりますが、ちょっと届いていないので、もしかするともう一回下落してくるかもしれません。その場合はその下落で赤い水平線付近で反発していく、その部分を狙っておくとトレードが分かりやすい。この辺ですね。この辺での動きをチェックしておくといいと思います。基本的にはこの赤いトレンドラインに沿って上昇してますので、この辺付近まで深めの押しをつけてくるっていう可能性もありますので、その辺の可能性も考慮しておきたいですね。ドル円もポンド円と同様、1時間足の GMMA に沿って上昇してますので、動きとしては分かりやすい。ただちょっと押しが浅いので、トレードがしにくい可能性もあるので、その辺は注意ですね。今言ったみたいにしっかりと押しをつけてくるのであれば、そこからの上昇の流れに乗っていく。もしくはこの GMMA の青帯を下抜けるぐらいの一度深めの押しをつける可能性も考えておきたいので、下がってくれば下げ止まりを待って、その次の上昇に乗っていくという考え方をしておくと、勝率は上がりやすくなりますので、良ければ参考にしてみてください。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。